ざいます。ペイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は北の大地、北海道。全日程20日間、走行距離 4800km 以上。遮るもののない道と大いなる期待を抱かせてくれる朝日。言葉にならない色彩の夕日。足元まで迫ってくる夜空の星。ここでしか見ることのできない記憶に刻まれる景色の数々。今しかできない楽しいことを全部20日間に詰め込んで、大変なこともあった 4800km。 私たちの北海道キャンピングカー車中泊旅、本日はついに北海道上陸。よろしくお願いします。フェリー、下船です、これから北海道上陸します。イエーイちょっとめっちゃフェリーで寝ましたけどねじゃあ今から下船したいと思います。まずは千歳市にあるサーモンパーク、道の駅サーモンパークを目指していこうと思います。はい、じゃあそこから先はねまた考えようと思います。じゃあ出発します。よいしょ。天気あんまり良くないこれ北海道やね。はい、北海道。やんちゃん北海道やで北海道すごいな、北海道。なぎフェリー上手に乗ったね。上手だった。なんかもう嬉しかったわ、父ちゃん。カート壊さなくてよかったです。おとなしくね、ちゃんと乗ってくれてよかった。でね、ナビはね、フェリーの時はまだナビは青森にいる状態で今北海道に上陸したんですけど、なんかあらぬところにいますからねまあもうちょっとしたら正確な位置を出してくれると思いますけどね。はい、母ちゃん北海道の、寒いめっちゃ寒いちょっと予想以上に寒い寒っ、空気冷た。9月やな。今道路を走ってるんですけれども、風がねめちゃくちゃ強い。なんかもう本当に煽られてますね。今日このなんか足元からこうちょんとすくわれるような感じで煽られるんで、ちょっと怖いですね。でね、やっぱりスピード違反がね取り締まりが厳しいですね、北海道はね。やっぱり今もねまた捕まってましたね。捕まらないように、事故のないように旅を楽しみたいと思います。母ちゃん、臼山サービスエリア、ここ前も来ましたね。でここはね、前ジムにできた時にホタテご飯が美味しかったんで、今回もホタテご飯を食べようと思います。で目的地なんですけど、サーモンパーク千歳道の駅ですねに行こうと思います。最初美瑛まで行こうと思ったんですけど、やっぱりちょっと遠かったんでサーモンパークに行こうと。でそこの近くにある温泉で迷ってんねんな候補が2つあって、1つはくるみの湯、ともう1つは宿梅温泉っていうんですかね。でその宿梅温泉っていうところはめちゃくちゃ暑いらしいんですよで熊の湯に匹敵するぐらいって言って以前熊の湯で大やけどしたんですよ2人とも手元のところそんな暑いんかなと思って触ったらもうやけど本当にやけどして、しばらくなんか色変わっ
ってもう水ぶくれになってたもんな。そのやけどしそうなぐらい熱い宿梅温泉がやたら惹かれるなんです。なんか痛めつけられたらこう好きってなるっていうみたいな感じですかね。まあ多分くるみの湯がいいんじゃないかって家内が言うので、くるみの湯に行こうかなとは思ってますけども、ここからまだ120キロぐらいあったかな、残ってますね。はい、じゃあまずホタテご飯食べに行きたいと思います。ホタテご飯。ホタテご飯。あ、ホタテの匂いがする。母ちゃんホタテ好きやから。そうなんです。どうぞ。美味しい。生姜は効いてますよ。美味しい。美味しそうやな。で景色はねこんな感じで綺麗に見えてます。これは家内とシェアして食べます。ホタテご飯美味しかったね。美味しかったです。美味しかった。ペロッと食べちゃいましたね。お蕎麦も美味しかったわ。ああ、温まりましたね。色ちょっと濃いから濃い系かなと思ったけど全然美味しかったです。食べやすかったです。高いの食べてホッとしましたね。ああ、温泉入りたい。いやもうなぜ体がね冷え切っちゃって寒いんですよ。暑い方行く？暑い方行く。ちょうど100キロやね。あ、うまい。ちょうどいい距離やな。いや、だいぶ麻痺してるけどね。そう。だって家やったらまだ380キロとかやで。まもなく左方向千歳方面出口です。続いて直進です。母ちゃん。はい。見て。なんかした。四つ葉飛ばしたりなんかやるから。母ちゃん。はい。千歳市に来ま、千歳市言われ千歳市に来ました。道の駅サーモンパークはこの前にちょっとチェックをして車中泊させていただけるかなと思って見に行ったんですけど、まあ大丈夫そうだったんでそちらで今晩は車中泊させていただこうと思います。でそこからもうすぐのところやね、もう5分も走らないぐらいのところにスーパーマーケットのホックレンショップかなっていうのがあるので、そちらで買い物をしようと思います。でこの後に温泉に向かってその後に道の駅に戻るっていう風に考えてます。じゃあ買い物行ってきます。地元の食材がね買えればいいなと思います。ジンギスカン、ちょっと今日は頭が痛いからヘルシーな感じではい、あったかいもの食べたいなと思います。じゃあ行ってきます。この後のね温泉がめっちゃ楽しみなんですよ。人っていうかくるみの湯ってちょっと前まで一般の人が入れなかったのっていう風に書いてましたね。なんかそんな風にねネットで書いてあって、でナビにもねやっぱ載ってないんですよ。だからまあ有名は有名だと思うんですけどすごく、でもなんかそんなんやったらちょっと早く行きたいな、ね、体も冷えてるんで早く行きたい。でもこの千歳にね来てからねちょっと寒いのがマシですね。じゃあ買い物します。買い物してきました。今晩は何ですか？鍋です。もうね体が冷えてしまったの何回も言いますけどね、もう髄まで冷えたこれはダメだ。なので今晩は鍋にします。じゃない？この建物だった写真、見た。でもいっぱい止まってるね。ちょうど空いてる。
天然温泉くるみの湯着きました。で寒いの上のジャンパー脱いだんで早く入りに行きますやっぱり寒いですねめっちゃ今カメラ揺らしてしまうでね、ここはね千歳空港のそばなんで、よいしょ、新千歳空港のそばなんでね、飛行機がねすごく飛んでますね。じゃあ温泉行ってきます。寒い。お家みたいやね。すごいいいお湯でした。周りに人もおられるのでこそこそ色がな、コーヒーみたいな色のアメリカンやったね。アメリカンそう、そんな感じ。ミルクは入ってない感じでしたで温度はそんな暑くないっていう風に聞いてたけど、暑かったよ。本当？41度と43度2つあった。43度の方はね、ほとんど人が入っておられませんでした。41度の方に皆さんすし詰め状態で入ってたんですけど、私は高温の方が好きなんで43度一人のびのび入りました。脱衣所はそんなに大きくないんですけども、浴室が大きくてドライヤー1台。ドライヤー1台でしたね。でシャワーの水圧はすこぶる良かったです。温度も超高温から冷たいお水まで出ました。じゃあ凪のところに入ります。外観はこんな感じのところで、大きなね、家内も言うんですけど、大きな一軒家にお風呂だけ借りに来させてもらったみたいな感じでいいよね、雰囲気。なんかまあ大きなねお風呂がいっぱいあるのもいいなと思うんですけど、こういうところ田んぼの真ん中だと思うんですけど、カエルの声、そう、周りにカエルがねすごく鳴いてて、でもねそんな暑くないですよ。めっちゃ寒いですよね地元の人しかね、なんか地元の方が多いみたいな雰囲気ですね。なのでちょっとね橋をお借りするっていう感じですかね。とてもいいお湯でした。じゃあ凪は目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は5分です。運転お疲れ様でした。いいやこれで。なんか前買って置いてたような気したの。ここまでの道のりは長く、自宅を出発して3日かかりましたね。長かったですね。1400キロ弱ぐらい走ってきたんですけれども、まあまあ長かったです。じゃあまずね、その道のりからご覧ください。どうぞー。
はい。めっちゃ長かったです。それと、北海道はめっちゃ寒いです。もう青森あたりからね、すごい寒かったんですけども、でもね、もう北海道のね、風も強かったんですけどね、すごく寒くって、で、まあ温泉にね、入ったんで、今はね、ほかほかで、で、まあ冷えた体をやっぱり温めるのは、我が家は鍋かなと。まあ今ね、これをご覧いただいてるのは、6月の終わり、まあ28とかぐらいだと思うんですけど、まあもう絶対に、暑ってなると思うんですけど、実際に今めちゃめちゃ寒いんですよ。本当に寒くって。気温もね、今気温計出してないんですけど、1桁ぐらいしかないんですよね。なので、寒いので、鍋を食べようと思ってます。で、本格的な北海道旅は明日からスタートしようと思ってます。まずは美瑛からスタートしようと思ってるんですけども、ここから美瑛までの距離は、まあ200キロぐらいじゃないかなと思います。で、まずその距離を明日ね、起きたら走っていって、で、美瑛の丘を見て、で、その後はね、摩周湖あたりに行きたいなと思ってるんですけどね。まあ、明日摩周湖に行くわけではなくて、朝美瑛に宿泊をさせていただいて、で、そこから摩周湖の方に移動していくっていうイメージです。イメージ。まずは美瑛に行ってから、決めようと思います。もしかしたらそのまま道北に上がっていくかもしれないし、まあうちはそんな旅なんでね、北海道をね、自由に楽しみたいなと思ってます。じゃあ母ちゃん。はい。まずはご飯を食べよう。ご飯を食べましょう。もうお腹も減ったんでね、ご飯を食べて、まず温まってね、ちょっと頭痛もありますからね、この辺でズキズキ、まあもうだいぶマシですけどね、頭痛もありますから。食べて体力を回復して、また明日も頑張ってもらえないといけないので。頑張ります。頑張りますよ。まあ、凪もね、ちょっと初めてのフェリーでね、相当疲れちゃって、もう、まあ移動もね、かなりしてきてるんで、もちろんそうなんですけど、フェリーがね、よく頑張りました。そう、よく頑張ってね、くれて、ちょっと嬉しかったよね。ちょっとというか、実際はね、ちょっとね、うるうるきました。なんかね、凪は新しい環境というか、動くものがたくさんあったり、音がすごく大きかったりすると、やっぱりね、すっごい敏感になるんですよね。なので、ちょっと大変かなと思ったんですけど、ちゃんと言うことをよく聞いてくれて、船のね、船室でも、すごく、いい子にしてくれました。ちょっとね、遊ぼうとは言ったけど。でもあれはもう家でも一緒やもんね。うん。本当にいい子でね、いてくれたんで、凪にもね、初北海道を楽しんでほしいなと思ってます。じゃあ、ご飯いただきますって言っても、まだこれから入れるんですけどね。じゃあ、母ちゃん入れていきましょう。よいしょ。お好きにどうぞ。北海道で買った食材だからね。そうやな。そっか。これ全部北海道で買った食材やな。そうですね。前回ね、ジムニーで来た時ね、なかなかね、スーパーとかに行けなかったよな。で、道の駅とかにあるもんだと思ってたんですよ、野菜とかが。でも、知床の方は特に道の駅にそんな野菜とかが売ってなかったよな。そうですね。まあ今回はね、最初函館の近くの道の駅に寄った時に野菜も買えたんで、よかったです。で、まあ近くのね、この道の駅の近くにもスーパーがあって、北連さん。ね、それもよかったよね。貝めっちゃ安かったよね。貝も安いし、ね、貝買いたかったんですけど、ね、別にダジャレってわけじゃないですよ。でもね、貝をね、購入したかったんですけど、まあ、ちょっとね、冷蔵庫が今いっぱいなんで。ホタテもね、すごい安くて買いたかったです。ホタテ安かったよね。また牡蠣も安かったよ。そう。今ね、市場やったら、またちょっと物が違うとかいろいろあるんやろうけどね、めっちゃ高かったもんね。でも俺らやったらあれぐらいでいいよ。全然 OK です。温泉良かったわ。温泉どこも良かったですね。そうや、山形の温泉ね、もう映像でもご覧いただいたと思うんですけど、山形の温泉めちゃくちゃ良かったですよ。本当に良かったわ。あとポッポさんね、一つ一つの棚に書いてあるものとか、名前とか書かれてて、もうちょっとなんかジンときた俺。そんなん全然気にもしてなかったのね、本当に。美味しそう。そうやね。よし。母ちゃん。凪はもう寝てますけどね。もう寝ました。もう疲れて寝てますね。じゃあ鍋できましたから。いただきましょう。すごい美味しそう。そうね。
じゃあいただきます。いただきます。よいしょ、しいたけからどうぞ。はい、エリンギもどうぞ。美味しそうなエリンギでしたね。美味しそうだ、本当に美味しそうだ。よいしょ。これナギの今日は気にしない感じ？ちょっとつっといて。漏れなくついてきます。漏れなくついてくるね。ついてきてくれな困んねんけど。はい、どうぞ。はい、ありがとう。よいしょ。もう先食べてください。しいたけ。これは道の駅、函館を出てすぐのとこやったね。道の駅で買った。名前はもう全然覚えてないですけどね。男爵？あ、男爵やけど、男爵芋の男爵ラウンジのところでやけど、名前がなんかまあなんとかやったような気がすんねんけど。七色？ああ、そうや。七色？あ、そんなんやったかな。なんかなんだったかな。まあ私たちにそういうことはもう期待しないでください。全く覚えてないっていうか、覚えてるんですけど、名前とかがね、全然読めないし、そう覚えられないし。クズ。すいません、クズで。うん、美味しい。うん、美味しいわ。母ちゃん、はい、コーヒー入りました。ありがとうございます。はい、じゃあ母ちゃん、コーヒーいただきましょう。なぎも来てくれたの？はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。よく頑張りました。ただいまの時刻は11時37分ですね。ゆっくりしましたね。もう本当にゆっくりしました。ちょっと、本当にこの3日間バタバタと移動してきたからね、ゆっくりできました。じゃあコーヒーいただきます。コーヒーあれやんな、3日ぶりやな。あ、珍しいね。なあ、本当に移動中全然もう寝て移動してみたいな。ああ、うまい。うまいね。ああ、眠いね。今日はゆっくり寝れるんじゃない？明日別に時間特に決めてないから、もう朝ゆっくりでも別にいいし、美瑛の丘をちょっと夕日に合わせて見れたらいいなとは思ってるけどね。でも見るとなったら夕日やから一気に沈むからね。で、まあそんな時間に見れたらいいなと思って。北海道、コールドリーブスで回ってますって言ってた人。メッセージで？そう、北海道メッセージでな、回ってますって言ってはった人が、FF ヒーターはまだつけてませんって最初のメッセージで来ててんけど、今日 FF ヒーターつけましたって来てたね。ああ、そうか。めっちゃ寒いやん。どの辺回ってはるんか分からへんけど、多分そういうことなんやろうなと思って。なるほど、やっぱ寒いんだね。ただいまの時刻は12時50分です。毎度遅くなります。やっとキャンピングカーで北海道に来ることができました。初めてジムニーで北海道に来た時に、道の駅真塩温泉かな、そこで
隣に泊まったキャンピングカーを見て、それまでもねキャンピングカーが欲しいなとはなんとなく思ってたんですけど、もう絶対に欲しいと思ったのがその時だったんですね。道の駅摩周温泉で後から来たキャンピングカーが自分たちはジムニーで車中泊するのに満載の荷物を下ろして、でそこから荷物を積み直して寝てたんですけどね、後から来たキャンピングカーがすぐにそこでね車中泊をしてたんですよね。でそれを見た時にもう羨ましくてしょうがなかったですね。でこれだったらどこ行っても宿の心配がなく、ジムニーで旅をしてた時はやっぱり宿の心配をしてたんですよね。ちょっと疲れた時にやっぱり宿に泊まりたいなとかと思ってたんですけど、キャンピングカーだったらそんなことないんじゃないかなと思ったんですよ、その時にね。でやっぱりね、実際キャンピングカーに乗り出して本当にその心配がないんですよね。キャンピングカーが欲しいと思ったきっかけになった北海道にいつか来たいなと思ってたんですけど、やっと来れてね、やっとっていうか結構すぐですよね。2年前ですからね。それもナギと一緒にね、でもちろん鈴も一緒なんですけども、嬉しいなと思って、実際北海道に来てみて、今日も夕方に景色を見たんですけど、少しですけどね、まだ本格的な旅は明日から始まるんで、でもやっぱりねいいですね。温泉もねこれからたくさん入れると思うんで、めちゃくちゃ楽しみです。本当ワクワクしてるんですよめっちゃ疲れてるんですけどね、運転が長かったんで。でもね、何ですかね、やっぱり楽しいですよね。こういう思いができるっていうのがね幸せだなと思います。じゃあ今日はねもう寝たいと思います。また明日もよろしくお願いします。本格的な北海道旅始まります。じゃあおやすみなさい。おはようございます。北海道2日目の朝です。今私たちは道の駅サーモンパーク新千歳にいます。千歳か。千歳でいいんか。千歳だね。新千歳違いますね。千歳ですね。今私たちは道の駅サーモンパーク千歳にいます。でこれから物産館に行っていろいろ買い物させていただこうと思います。じゃあ行ってきます。
サーモンパーク出発しましたね。これから美瑛の丘を目指して下道を180キロほど走っていきます。で今日はね目的地は美瑛なので、でも下道でどれぐらいかな、5時間ぐらいかかるんじゃないかと思います。まあうろうろしたら6時間以上かかると思いますけど、で今の時刻が10時15分なんで、まあ夕方ね夕日が沈む丘をね撮影したいなと思ってるんで、ちょうどいい時間に着くかなと思ってます。でサーモンパーク良かったですね。良かったです。すごく買い物もしやすかったですし、で駐車場も広いんで、まあ私たちはトイレからね遠い駐車場に止めさせてもらったんですけども、静かだったしね、あでもトラックが近くにいたから、まあでもそんな気にならなかったね。この信号でも車によっては気になるかもしれないかな。だからやっぱりみんな他の方はね結構トイレの方に近くにね止められてたんですけど、私たちはトイレから遠いところで車の少ないところで止めさせてもらいました。とっても快適でした。はい、じゃあスタンドやったか、これ107円。ちょっとね今スタンドを見つけたんでスタンドに入ります。じゃあ気をつけて行ってきます。はい。いいです。気をつけて。じゃあ気をつけて行ってきます。っていうか今スタンドに着きました。なんかめっちゃねノズルが臭いのってあるじゃないですか。大丈夫？なんか軽油やたらね。軽油の匂いがねするのがあるんですよね。給油終わりました。でこれから美瑛の方にまた再度向かいたいと思います。どこまで話したかな。サーモンパーク。サーモンパーク良かった。はい、サーモンパーク良かったね。多分話はめっちゃ被ってると思いますけどね。じゃあ安全運転で美瑛の方に向かいたいと思います。母ちゃん、はい、ここは道の駅夕張メロードかな、はい、夕張市に入りました。なかなか道の駅がないんですけどね、北海道に来ると道の駅は全国で一番多かったと思うんですけど大丈夫かなこんなこと言っておそらくけど距離がねやっぱり長いんでなかなかね道の駅が出てこないですね。じゃあまずね道の駅メロードでメロン見たいと思います。じゃあ行ってきます。電車、これが駅がこれ電車じゃないこれほら。あれが電車の窓。ああそうなんか、新夕張駅、なかなか電車に乗って新夕張駅に来ないと思うんでまあ車でも来えへんかこういうのが楽しいね。で今電車が来たんで2人で走ったんですけど、結構電車撮るのね、前も SL 撮ったりとか電車撮るのが好きなんで。好きですね。好きやね。で今電車が来たんで「あ母ちゃん電車や」って言って「走れ」とか言って2人とも走られ膝が急には無理です1時間ぐらいアップの時間遅れれば走れます